こんにちは。今回は円のかわいいモチーフの編み方を紹介します。コースターにもなります。編み図で説明します。最初は鎖編みゴムの輪の作り目に1段目は長編みを編みます。そして最後は引き抜き編みをします。今回は並太の糸を6号のかぎ針で編みます。最初は鎖編みからです。針を入れてくるりと回してここに糸をかけて引き出してここから鎖編みを編みます。最初の目は緩めたままにして鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んだら最初に緩めてある目に針を入れて糸をかけて引き抜いて糸をしっかり絞ってください。糸端もしっかりと引いて輪を小さくします。糸端を編み込みながらこの輪の中に1段目を編みます。1段目は長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで輪の中に長編みを15回編み入れます。糸をかけて引き出し糸をかけて2本の糸だけを引き抜き糸をかけて残りの2本を引き抜いて長編みを編みます。この編み方を1段目はします。針に糸をかけて輪の中に針を入れ糸をかけて引き出し糸をかけて2本の糸だけを引き抜きまた糸をかけて2本の糸を引き抜いて長編みを編みました。この輪の中には全部で15目の長編みを編みます。編み地を寄せながら全部で15個の長編みをここまで編みます。長編みをここまで編んできました。13目の長編みを編みましたのであと2回長編みを編みます。編み地を寄せながら長編みを編んでください。あと2回長編みを編みます。これで15目の長編みができました。次は引き抜き編みをします。最初に編んだ鎖編み3目のところです。最初に編んだ鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをします。1、2、3個目の鎖編みの上の2本を拾ってここに引き抜き編みをします。糸をかけて引き抜きます。糸を少し絞ってください。これで1段目ができました。次の2段目は玉編みです。今引き抜いたところから長編み2目の玉編みを編みます。長編み2目の玉編みですから立ち上がりに鎖編み2目を編みます。この鎖編み2目が未完成な長編みとなりもう一回同じところに未完成な長編みを編んでそれを一つにまとめて長編み2目の玉編みにします。間に鎖編み2目を入れて次の長編みのところにも長編み2目の玉編みを編みます。
鎖編み2目を間に入れながら玉編みを編んでいきます。16個の玉編みを編み、鎖編み2目を編んだら、最初の玉編みに引き抜き編みをします。そして3段目はここから編み始めたいので、鎖編み2目のところに引き抜き編みをして2段目が完成します。2段目は長編み2目の玉編みです。今引き抜いたところから鎖編みを2目編みます。鎖編み2目が未完成な長編みとなりますので、同じ引き抜いたところに未完成な長編みをもう1目編みます。今引き抜いたここです。ここに未完成な長編みを1目編みます。針に糸をかけて鎖編みを編んだ同じところに針を入れ、糸をかけて引き出します。糸を引き出して鎖編み2目分ぐらいの長さまで糸を引き出してください。少し長めに引き出して糸をかけて2本の糸だけを引き抜いて、これが長編みの未完成な形です。この2本を一度に引き抜いて長編み2目の玉編みにしました。次は鎖編み2目を間に入れて1段目の今編んだ次の長編みの頭の2本を拾います。この頭2本を拾って長編み2目の玉編みを編みます。次の長編みの頭のところです。頭の2本を拾ってここに未完成な長編みを2回編みます。未完成な長編みを1目少し長めに引き出して編んでください。次も同じところにもう一回未完成な長編みを編みます。同じところに未完成な長編みをもう一目編んで、これで2目の未完成な長編みができました。これをすべて引き抜いて長編み2目の玉編みができました。鎖編み2目を間に入れて次の1段目の長編みの頭のところです。次の長編みの頭2本を拾ってここに長編み2目の玉編みを編みます。未完成な長編み2目を編みます。同じところにもう一回未完成な長編みを編んで長編み2目の未完成な形をすべて一度に引き抜いて長編み2目の玉編みです。間に鎖編み2目を入れながら玉編みを編んでいきます。次も長編み2目の玉編みです。すべての糸を引き抜いて玉編みを編みました。鎖編み2目を間に入れながら1段目の長編みのところに長編み2目の玉編みを編んでいきます。ここまで長編み2目の玉編みを編みます。15個の長編み2目の玉編みを編みました。ここが最後のところです。最後の長編みの頭に玉編みを編みます。
間に鎖編み2目を入れてから長編みの頭の2本を拾って編みます。そしてこの部分が邪魔でしたらこのように指で押さえると編みやすくなります。長編みの頭の2本を拾ってここに未完成な長編みを2回編みます。未完成な長編みを1目、同じところにもう1回未完成な長編みを編んで、すべての糸を引き抜いて玉編みにします。そして次は鎖編み2目を間に入れてから最初の玉編みの頭に引き抜き編みをします。最初の玉編みの頭は鎖編み2目を編んだその上にある。ここが玉編みの頭のところです。頭の正面から針を入れて上1本と向こう側の1本の2本を拾ってここに引き抜き編みをします。上の1本と向こう側のこの糸を拾ってここに引き抜き編みをします。鎖編み2目のその上が玉編みの頭ですから玉編みの頭の正面から針を入れて引き抜き編みをします。このように引き抜くと他の玉編みと同じような形になりますので頭の正面から針を入れて引き抜きます。次は鎖編み2目のところに引き抜いてここから3段目を編み始めます。2段目で玉編みを編んで玉編みの頭と鎖編み2目のところに引き抜き編みをしました。次の3段目はここから編み始めます。引き抜いたところから鎖編み3目を編んで鎖編み2目のところに長編み2目、次の鎖編み2目に長編み3目を編み、次の鎖編みも長編み3目を編んでいきます。そして最後は最初に編んだ鎖編み3目の3個目に引き抜きます。次はここから鎖編みを3目編みます。長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編んで同じ鎖編み2目のところにあと2回長編みを編みます。もう1回同じところに長編みです。次の鎖編み2目のところには長編みを3目編み入れます。鎖編み2目のところに長編み3目を編みます。これが3段目の編み方です。次の鎖編み2目のところにも長編み3目を編みます。鎖編み2目のところに長編み3目を編み入れます。これが3段目の編み方です。鎖編み2目のところに長編み3目を編み入れていきます。鎖編み2目のところに長編み3目を編み入れてここまで編みます。長編み3目を編み入れて最後は最初の鎖編み3目のところに引き抜き編みをします。ここまで編めました。最後のところです。最後の鎖編み2目のところに長編み3目を編みます。長編み3目を編んだら最初に編んだ鎖編み3目の3個目のところに引
引き抜き編みをします。1、2、3個目の頭の2本を拾ってここに引き抜き編みをして3段目が終わります。次は4段目です。4段目は引き抜いたところから立ち上がりの鎖編み1目を編んでそこに細編みを編みます。鎖編み5目を編んでここから3個目の長編みに細編みを編みます。鎖編み5目を編んで3個目の長編みに細編みです。鎖編み5目を繰り返して3個目の長編みに細編みを編んでいきます。次は細編みを編みます。立ち上がりの鎖編み1目を編んですぐ根元のところに細編みを1目編みます。次は鎖編みを5目編みます。5目の鎖編みを編んだら次は細編みです。細編みを編むのは1、2、3個目のところです。3個目のところに細編み。これが4段目の編み方です。鎖編み5目を編んで3個目の長編みに細編みです。鎖編み5目を編み3個目の長編みの頭に細編みを編みます。これが4段目の編み方です。この編み方をぐるっとここまで編んできます。ここまで編んできました。次も鎖編み5目を編んで3個目の長編みに細編みを編み鎖編み5目を編んで最後は最初に編んだ細編みの頭の部分に引き抜き編みをします。最初に編んだ細編みの頭はここです。この細編みの頭の2本を拾ってここに引き抜き編みをします。糸を引き抜いてこれで円のモチーフは完成です。そして最後はとじ針で糸始末をします。今引き抜いた糸を少し長めに引き出して糸を切ります。あとはとじ針で糸始末をしていきます。今引き抜いた細編みの頭のところに針を入れます。針を入れて向こう側に針を出しこのまま糸を引き締めます。これで表はきれいになっていますのであとは後ろの目立たないところをとじ針で通します。一つ戻ったところの小さいところに1回とじ針を通してからあとは長編みを編んだ根元のところに通しますが途中の目を1回拾ってそれから長編みの足の根元のところをとじ針で通します。これで大丈夫です。
そしてこの糸はぐるっと編み込んできましたので、このままで切ってしまいます。編み地を整えてください。円の形の丸いモチーフができました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。